今日はこいつの話をしていくよ。やばい、もうカオスだね。今ね、夜の何時だろう。結構いい時間なんですけどね、これから動画撮ろうかなと思って。ただ今日ね、ちょっとこの辺デスク周りの機材とかいろいろ整理してて、もう結構いい時間になっちゃったんだけど、動画撮らなきゃって。いやでもこれからこれ全部片付けるの大変だな。なんかね、今この辺とかえぐいっす。これでこんな感じ。やばいでしょ。片付けないと動画撮る。このクランプ、これマンフロットのクランプなんですけど、これね結構便利ですよ。なんかあると関節が123個あって、このクランプでねこう机とかこうやって挟んで物撮りとかできたり。よいしょ。はい、片付けが終わったので早速本題の方に入っていきたいなというふうに思います。今日はね、何の話をするかというと、こちらの、タムロンから5月の14日に新しく発売となる 70-180mm F2.8 望遠ズームレンズのね、今日は紹介をしていきたいなというふうに思います。これでね、僕タムロンのねズームレンズ3兄弟が揃ったわけなんですけど、前のね2つのレンズは、以前にレビューもしているので、もし気になる方はそちらの方も見てみてください。でね、前にその他の2本のレンズを紹介させてもらってから、実際にね買ったよとかね使ってますみたいなね声も、聞いていてね、この最後の1本気になっている方も多いんじゃないかと思うんですけれども、パッと見はねやっぱこれまでのシリーズと本当によく似た外観をしていて、単純に少し大きくなって、最後の、一番大きいお兄ちゃんみたいなね、感じのレンズになってます。最近ねカメラを買ったなんていう人はね、まず広角とか標準を買って、望遠レンズをねまだこう触ったことないとか使ったことないっていう人もね多いと思うんですけど、確かにね僕も望遠レンズってカメラについてる時間で言うとねそんなに長くないんですよ。やっぱりこの標準とか広角、寄りのものをね使うことが多いんですけど、この望遠レンズで得られる、やっぱ一番の魅力って言ったらねやっぱ圧縮効果だと思うんですよ。でちょっと圧縮効果何っていう人のためにね簡単に説明すると、望遠ズームっていうと遠くのものを大きく自分がこうグーって寄ってくっていう感覚だと思うんですけど、っていうよりは遠くのものをこう引き寄せてくるって感じですね。なんでこう引き寄せてきたこの間のものなんでその全部こう圧縮されるわけじゃないですか。これがねめちゃめちゃかっこいいんですよ。ちょっとこの1枚見てもらうと分かるかなと思うんですけど、これね僕が前浅草に行った時にね撮った写真なんですけど、奥のねものがぐっとこう圧縮されて、こう間のこの仲見世通りにこうすごい人がこうギュッとこう詰まってるように、見えたりするかなと思うんですけど、ぜひねこれを試してほしいと思います。本当めちゃめちゃかっこいいのが撮れるんで。それしたらね、実際にその望遠ズームレンズどういう選択肢があるのって話に行ったと思うんですけど、ソニーのカメラの場合はこれまでね純正で2本出てるんですよすでに。で1つがですね僕持ってるんですけど、これ 70-200mm の G レンズですね。これがね F 値がね F4 になります。でもう一つがこの上のシリーズの G マスターのシリーズで同じ70から 200mm なんですけど、そっちはですね F 値が F2.8 のものになります。で並べて比較してみるとこんな感じで、やっぱりタムロンがねこう圧倒的に小さくて、で G マスターの方はですね結構でかいですよね。でそれにねこう比例する感じで、あと重さと値段っていうのもね、タムロンの方はね G マスターと比べるともう半分以下っていう風な感じになってきます。で価格で見るとこのソニーの G レンズとタムロンがね比較対象になるんじゃないかなというふうに思うんですけど、パッと見のねこう重さとかサイズ感っていうのは正直どちらもそんなに差はないです。
ただソニーの方はこれインナーズームなので、ズームをした時のこう滑らかさだったりだとか、あとはこう重心が変わらないっていうところはね、アドバンテージがあります。でタムロンの方はね、こんな感じでズームすると伸びるんですけど、ジンバルに乗っけてね使うようなレンズでもないので、正直そこまで大きなデメリットっていう風に僕は感じなかったです。でもう一つはですね、このソニーの方はですね、なんかこうやたらいっぱいこうボタンがついてるんですよ、この辺にスイッチが。でオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えだったりだとか、あとはですね、オプティカルステディショットのオンオフ切り替え、レンズ内手ブレ補正ですね、の切り替えがついてたりとか、あとはフォーカスホールドスイッチですね、この辺に何個かついてますと。っていう、とにかくいっぱいなんかついてます。で、タムロンの方は一切そういうものはついてないです。本当にボタン1個もついてないです、これは。なので、オートフォーカスとかマニュアルフォーカスの切り替えはカメラ側で操作して、切り替えてやる必要がありますね。正直ね、そのボタンぐらいついてていいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、そのあたり結構割り切ってるので、それが価格に反映されてるのかなというふうにも思います。はい、じゃあね、そしたら次はこのタムロンのレンズのオートフォーカスの性能を見ていきたいと思うんですけど、実はね、このレンズ新しいオートフォーカスのシステムを採用しているので、とにかくね、写真でも動画でもオートフォーカスのスピードが速くてですね、あとこの駆動音っていうのも全然しなくてものすごく静かです。ではっきり言ってしまうと、やっぱりこの最新のものになってくるので、オートフォーカスの性能っていうのはね、G レンズと比べてもこのタムロンの方が若干アドバンテージがあるとね、僕は使って思いました。またソニーのね、顔追従オートフォーカスっていうのもしっかり対応していて、ちゃんとね、そこは純正レンズと遜色なく機能します。カメラ本体側がですね、しっかり顔をこう認識して捉え続けているんだけれども、そのレンズのね、オートフォーカスがそれについてこれないみたいな、そういうことも全然なくてね、これはね、やっぱり動画で使用するっていうこともね、考えている方にとっては非常に嬉しいんじゃないかなというふうに思います。望遠ズームレンズで Vlog 撮るっていうね、何してるんですか？日焼け止め、なんで今日焼け止め家の中で塗ってんの？ベランダ。パーフェクト UV スプレー、ウォータープルーフ。俺日焼け止めとか全然塗んないから分かんないわ。私はもう日焼け止めがないと夏は生きていけない。普段超ズームされて顔いっぱいだからね。なんでっつって。軽く外出るときはやっぱスプレータイプが楽でいい。スプレータイプ。一日中外出るときは液体のをしっかり塗るけど、こういうのが楽ちん。へえ。こんな感じでね、今手持ちで撮ってるんですけど、そんなこうなんだろう、ブレるっていう感じもしないかな。頑張れば。ただちょっと重いですけどね。で、オートフォーカスもね、結構ちゃんと効いてるんじゃないかな。こうやって動いても、ちゃんとね、顔にピント合い続けてるし。今度は何？なんか始めるらしい。なんかすごいカラスが鳴いてるけど。で、このタムロンのレンズの方はね、レンズ内手ブレ補正がついてないんですよ。ソニーのね、G レンズの方にはついているので、スペック的にはそこが若干劣るかなっていう感じなんですけど、ただ手持ちでもね、今見てもらってる通り、結構ね、ちゃんと撮れるかなっていうふうには思うので、さっきも言った通り、こう、ジンバルに乗っけるような、レンズじゃないにしてもね、ちゃんと動画でもね、使えるっていうのがね、これで見てわかるんじゃないかなっていうふうには思います。でね、次にね、このテレタン 180mm と 200mm の違いと、あとはね、F 値が1段違うっていうところの比較なんですけど、やっぱりね、この望遠側の 20mm っていうのはね、そこまでこう大きな差っていうのはね、感じにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ただね、F 値が1段違うとね、やっぱこう明るさっていうのは相当変わってきますね。でね、もう一つ大きい違いがですね、最短撮影距離なんですよ。こっちのね、ソニーのね、G レンズの方は最短距離がですね、だいたい1メートルぐらいなんですよ。なんでね、結構この離れないと撮れないんですけど、タムロンの方は、マニュアルに設定して 70mm で撮った時の最短撮影距離っていうのが27センチなんですよ。
70mm で27センチの距離から撮れるって、ほぼねマクロみたいな撮れ方するんですよ。なのでそれはねこのソニーの方にはない大きな一つのメリットかなというふうに思います。はい、すいません。力尽きてね、最後のまとめだけ別撮りになっちゃいました。はい、じゃあね、まとめていくと、このタムロンの 180mm の望遠ズームレンズ、これ完全にね、もうソニーの望遠ズームレンズキラーだと僕は思ってます。軽い、小さいで明るいし、オートフォーカスも速い。プラスセミマクロみたいな使い方もできて、その望遠ズームとマクロレンズを兼ねて、一石二鳥みたいなところもあるし、あとはね、やっぱりなんといっても値段かな。スペック的にちょっと見劣りするかなと思った望遠端でのこのちょっと短いこの180っていうところだったり、あとはねこのレンズ内手ブレ補正がついてないところ使ってみて正直僕はそんなに気にならなかったです。でソニーのレンズの強みっていうのは、本体側にいろいろ制御スイッチみたいなのがついているので、そういった操作性の良さはあると思います。であとはね最後のこの 20mm がどうしても欲しいっていうんだったらもうそれはソニーしか今のところはないです。そんなところかな。僕はねこのレンズタムロンさんから貸していただいてはいるんですけど、この動画自体を別にスポンサーしていただいてるわけではないのでこういうことを言ってくださいみたいなね、そういうことは一切ないので、今日お話ししたことっていうのは完全に僕がもう使ってみて思った嘘偽りのない感想っていう感じなので、ぜひね望遠ズームレンズを検討している方店頭に行ってみてですね実際に比較してもらえればいいかなというふうに思います。このソニーとこの2つ、もしくはG マスターとこれね望遠ズームレンズをね持ってないっていう方はもう本当に楽しいので、ぜひね使ってみてほしいなというふうに思いますし、その時にねまた今日のその比較動画っていうのが皆さんの参考になれば非常に、いいかなというふうに思います。あとね、ごめんなさい、最後に1個だけ。最近僕ね、Discord っていうところで、チャットグループみたいなものをね、立ち上げたので、それも概要欄の方に入れてるので、もし興味のある方は覗いてみてもらえると嬉しいなというふうに思います。じゃあ、今日は以上になります。どうもありがとうございました。ピース。